先生、約束覚えてる？美味しいフランス料理のレストランに行く約束。私、ハイヒールを履いておしゃれしていくの。皆さん、こんにちは。ドクターユウスケこと医師の高宮ユウスケです。人生のトリセツ、あなたの幸せケアをお送りします。私は、がん患者さんの心と体の痛みを和らげる緩和ケアに30年間携わってきた医師です。もし、明日死ぬとしたら、あなたは何をしますか？もし明日死ぬとしても後悔のない人生を送っていますか？私は緩和ケアの医師として多くの看取りに関わりました。亡くなっていった患者さんたちが残した言葉や行動により人生の生き方を教えていただきました。その生きる知恵をご紹介していきたいと思います。第4回のテーマは夢を叶えるです。患者さんは夢を叶えることにより力が湧いたり痛みが和らいだりします。そんな患者さんの物語を紹介します。まず希望を支えることも大事です。32歳の女性でした。胃がんの末期、ベッド上寝たきりでした。でも息を切らしながらこんなことを言われたんですね。先生、約束覚えてる？美味しいフランス料理のレストランに行く約束。私、ハイヒールを履いておしゃれしていくの。足はむくんでパンパンで、不臭で、ハイヒールどころはなかったんですが、患者さんってしっかり自分の病状とか予後を把握していても、夢とか希望を語りたい時がある。私はその時だと思いました。約束覚えてるよ。シャンパン準備しとくからねっていうふうに答えました。一方で確認することも大事であります。40歳の女性、大腸がんの末期、小学生のお子さんが2人いた。まだまだ死にたくないだろうな、生きてたいだろうなと私は思っておりましたが、ある時嫁を聞かれたんですね。どのくらい生きられますか？2、3ヶ月かなというふうに思ったんですが、そういうのもかわいそうな気がして、ちょうど4月で桜が満開の頃でした。来年の桜は見れないかな、ちょっと1年ぐらいのイメージで言ったんですね。でも彼女はがっかりされたんです。なぜか。本当のことを知りたい。自分の体にもっと短いことは分かっている。限られた時間を精一杯生きたいので本当のことを教えてくださいというふうに言われました。私は言い直して、夏を越えるのはやっとかなっていうふうに伝えました。本当に限られた時間を精一杯生きた方であります。人の幸せとは、21歳の男性、脳腫瘍の末期の方でありました。ベッド上も寝たきりになって、腫瘍の圧迫で見える範囲も限られて、非常に厳しい中で、ある日、人の幸せとはと話題になって、この状況でこの話題まずいかなと思ったんですが、彼ははっきりと人の幸せとは心の自由ですと言われたんですね。どういうことですかって聞いたら、退院していく人を見て、また悪くなって帰ってくればいいと心に念じていた。体は悪いけど心まで歪んでしまったと悲しくなった。だから心だけは自由でいたい。誰かを妬まず、誰かの不幸を願わず、誰かと比べず、誰かの幸せを心から喜び、誰かの幸せを心から願う。そんな心の自由でいたいというふうに言われました。彼は宗教を持っていたわけでもなく、哲学を学んだわけでもありませんでした。でもある人はこういうふうに言います。そういう患者さんは魂が仕事をし始めるんじゃないか。普段は魂、スピリットは眠っている。でも危機的な状況、例えば死を前にした時に魂が仕事をし始めるのではないか。緩和ケアという仕事は患者さんの別れもある、寂しさもありますが、本当に私たちの心に残る言葉や行動を残していかれる方はたくさんいらっしゃいます。この方は53歳の男性、肺がんの末期の方でありました。もう一度自分が経営するスナックで歌いたいというふうに言われたんですが、酸素投与が必要だったんですね。で、酸素ボンベをも引かなきゃいけなかったんですけども、でもそのお店に行こうということで、看護師たちは先に行ってお店で待ってたんですが、でもお店2階だったんですね。で、足が弱って階段登れなくて、でももう痩せて軽かったので私はおぶって登っていったんですけれども、登り終えて部屋に、その店に入るときは、彼も格好しいですかね、いいよとか言って看護師さんたちに挨拶をして、得意の演歌を歌い切りました。声を出すのはやっとだった患者さんの歌声に心が震えたわけであります。小林真央さん、2017年に乳がんで、34歳でご自宅で亡くなられました。
いろんなブログで、配信されていたので、皆さんもご存知の方もいるかもしれませんが、今、こういう患者さんのことを、AYA世代と言います。AYA世代の緩和ケアが大事だ。アドレッセント&ヤングアダルト。15歳から39歳の患者さんであります。小林真央さんもこの年齢で、母親としての役割を果たせない。妻としての役割を果たせない。この時、6歳と4歳のお子さんに、お母さんがいなくなることをどう伝えるか。また亡くなった後、どう遺族として支えていくか。そういったAYA世代の緩和ケアということが今大事だと言われておりまして、私たちも推進しております。またこのAYA世代という言葉がなかった私外科医だった頃の、思い出深い患者さんをご紹介したいと思います。この方は23歳の女性でした。18歳で乳がんになられて、それから再発転移を繰り返されて、23歳の段階では肺の転移と、全身の骨の転移があって、予後的にも数ヶ月だと思われました。外来通院してたら入院進めたんですが、入院したくないと言われて、一番の理由は、ご自宅で婚約者の男性と一緒に過ごしていて、その生活を続けたいということでありました。ただ骨転移のためはなかなか取りきれなかった。で、じっとしているときはよかったんですが、アパートの4階に住んでたんで、階段を上るときには痛かった。登りたときには呼吸困難がある非常に厳しい状況でありました。お相手の男性にも、病状とか用語とか全部お知らせしてたんですが、ある時医療者のチームにその彼が提案に来られたんですね。実は伸ばしになっている結婚式があって、式だけでも挙げたいと言われたんですね。医療者としても非常に困惑しました。新婦が数ヶ月後にいなくなる結婚の意味って何だろう。名前とか席はどうするのか。結婚式の当日、親族皆さん来られると思いますが、どんな説明をしたらいいんだろうか、非常に悩みました。でも2人は一生懸命だったので、この結婚式を応援することにしました。で、ご本人が招待状を書いたり引き出物を選んだりしていく中で、なんとそれまで取りきれなかった痛みが和らいでいったんですね。特に薬は変えておりませんでした。ただ急な式でしたので、式場の手配が難しいということで、病院の中で式を挙げました。昭和大学の17階建ての病棟ですが、一番上に会議室がこの頃ありまして、この会議室でバージンロードを敷いて、牧師さんにも来ていただいて、でこの式から1ヶ月ほど非常にお元気で新婚旅行にも行かれたんですが、残念ながら半年後に肺の転移が悪くなって亡くなっていかれました。ただこの方から教えていただいたのは、痛みがあるとどうしても医療者は薬どうするって考えるんですが、案外その患者さんの希望とか目標や夢を支えることによっても痛みが和らぎうるということを教えていただいた気がしています。末期の患者さんというと弱々しいイメージがありますが、みんなすごい潜在的なエネルギーを持ってて、それを引き出しているとおこがましいですが、限られた時間一生懸命燃焼される、そのお手伝いできるのは緩和ケアに携わる医療者のやりがいだと思っております。毎回幸せケアワードをお伝えしています。今回の幸せケアワードは希望を支えるです。どんなに辛い状況でも希望を支えることにより人は大きな力を発揮します。日頃から周りの人に希望の言葉をかけることを習慣にしておくと、希望の言葉のパワーを感じることができます。ちょっと意識してみてください。スピリチュアルペインケアの研究会のお誘いです。私が代表を務める大学病院の緩和ケアを考える会では、スピリチュアルケアをテーマに研究会を開催します。10月8日は医療者向けです。病院で死ぬということを書かれた山崎文夫先生や心理師、臨床宗教師などの講演があります。11月12日は学生向けです。どちらもオンライン開催です。医療者以外の方もご興味があればご参加ください。また昭和大学のリカレントカレッジのお誘いです。私と私の息子の高宮慎之介のコラボ講義です。リカレントカレッジは基本はオンラインですが、初日と最終日は対面で実施します。都合が悪い日は後からオンデマンド視聴も可能です。私は生山本リンダの披露予定です。ぜひご参加ください。また、小中高校生、一般の方向けに命の授業を出前出張でお届けしています。リットリンクの QR コードからご依頼ください。本日は見てくださり本当にありがとうございます。ちょっと悲しい内容だったかもしれません。もし動画を見て何かを感じたり考えてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、いいねをいただけると私も励みになります。それでは
失礼します。